はすごい苦めにちょっとついてるので、かなり色を出します。めちゃくちゃ見た目的にはもう焦げてるぐらいで、ちょっと気をつけてください、熱いと思う。はい、でこれでもう色止めされるんで、さっきできたカラメルはこんな感じで、これもかなりビターです。砂糖入れます。これぐらいです。カラメルを作った鍋でやることで結構こうカラメルがやっぱ付着してる、残ってるんで、生地にもちょっとそのカラメルの風味みたいなのが入ってくるんで、うちはこうしてます。食感っていうか口当たりも滑らかになるので、ひたすらこしていきます。プリン自体は甘さを感じやすいタイプになってるんで、カラメルをすごい苦くすることでそのバランスをうまく表現して最後まで飽きない仕上がりになってます。クリームチーズが入ってるんで、クリームチーズ入れると結構コクがあって、こう食べてるとだんだんクリーミーな感じになって、食感も固めに仕上げてるんですけど、クリームチーズが入ることで結構ムチっとした食感になって。都内の飲食店に勤めてました。コロナのタイミングでこっちに戻ってきて、それでお店を新しくここで継いでやろうと決意して、父親と母親が切り盛りしてたんですけど、趣味みたいな感覚になってて、あんまりやってなかったんですよ、お店自体。もう週に 2、3 日ぐらいしかやってない。僕も専門学校出たきっかけが、もともと継ぐ予定でいたんで、いつかは戻ろうって思ってたんですよ。ちゃんと戻ってちょっとここを継ぎたいっていうふうにもう2人にも言ってて、コロナが来て3年ぐらい早かったんですけど、もうなんかきっかけがここしかないなっていうのもあったんで。
専門学校行ってた時も僕イタリアンがもともと結構好きで、それでパスタとかそういうなんか勉強したかったんですけど、なんか気がついたら毎日デザート作ってた。甘いの好きですか？甘いの好きですよ。でもプリン好きってことですか？プリンはでもここでやるまであんま食べたことなくて、そのお店さんとか行って食べたことはなかったんですけど、なんかやっぱ自分でこう作ってみて他のお店さん食べるようになって、お店さんによって全然違うんで、それはやっぱ面白いな。材料ってそんなに変わんないと思う。本当に焼き方とか細かい工夫というかこだわりで味が違ってくるんだなっていうのを思いました。砂糖入れます。バニラエッセンスです。レシピはじゃあ、はいお父さんから教わったんですか？そうです。もう全部教わって、今焼き菓子とかもうち出してるんですけど、そういうのも全部引き継いで、今全部自分で一人で作ってます。よいしょ。やっぱ結構オーブンで癖があるんで、そのお店さんのオーブンによって違うんですけど、前後ろと上下変えてまた半分にやります。こことココアパウダーですね。
楽しいですか？楽しいですよ。辛い時もありますか？辛い。でも独立してからはあんまり辛いと思ったことはないですね。会社勤めだった時はどうしてもやらされてる感みたいなのが強かったので、同じ飲食業やってることは今と変わらないんだけど、やっぱり自分でやるのと会社にいた時って本当はね同じモチベーションで両方やれたらいいんですけど、やっぱそこは結構違ってくるのかなっていうのはありますね。記帳中です。今日は午前中が埋まってて、まあ、予約以外でも当日来ても座れるので、予約なくても大丈夫なんです。お父様は今日はお手伝いとかされるんですか？ちょっとね。
普段作業しながらお二人で何か話したりするんですか？あんま話さないです集中してるから
学の方の親父が、飲食店でやってたんですよ。高校卒業するぐらいかな、お店を始めたの。俺はそこで手伝う。それがずーっとだからもう20歳ぐらいからずっと飲食店。いつかは戻ってくるようなことさ、もう専門学校行くと嬉しい不安な方が強い。食べていくだけで大変だと思うので。
ご案内します。はい。それパッションね。E メールで予約が出る。はいよ。すいません。すいません。いいよ。感じ。SP2 つ、パッションフルーツ杏仁やってはいたんですけど、あんまりメインどこにはしてなくて、それでもプリン出してたらお客さんすごい注文してくれるなっていうのが自分の中で感じて、あ、じゃあこれなんかもっと美味しいものにできたらお客さんもっと喜んでくれるんじゃないかなっていうのがあって、ちょっとレシピを変えたりして、そういう見た目とかもなんかいろいろ工夫しだしたのがきっかけですね。自分が食べたいとか出したいっていうものももちろんそうですけど、お客さんがこう食べたそうな求めてるようなものとかを自分の中でこううまく自分がやりたいように表現してこう出したらいいなっていうのが、まあ、プリンだったっていう感じですね。作った料理をこうお客さんに実際に食べてもらってすごい喜んでる姿を見るのが、まあ、一番仕事やっててよかったなと